外にこれが美味しかったり、麺とか美味しいですよね。今日はママカリ野菜まで、農協バリに野菜まで。30度超えの日が続いたんですけど、今日はなんと雨。梅雨も終わったんか終わってないんかちょっとわからないような感じですね。今日も一応ガラエビ拾いに行きたいと思うんですけど、一晩中ガラエビはちょっと疲れるんで、他のとこうろうろしながら今日もやってみたいと思います。現在8時15分ですが、これが1番目です。手巻きが2つもいましたね。絹はもうやせやせなんでリリースです。また太って帰ってきてくれるでしょう。なんと手巻き3本1番で増えてきましたね。手巻きもこっち2つと、あとはガラと赤ゲタでしょうか。なんかおかずにちょうど良さそうなものが、どうしよう、食べてみようかな。点々がないんで胡椒大じゃないですね。形からしてひげ剃りかな、コロダイかな。おお、年寄り死んじゃってる。これは1キロあるはずです。今日はちょっとガラが少ないですね。前回の時より少ない。ただこの網こっちが多かったんでとてもないです。これぐらいのサイズがいてくれると最高。これは600なさそう。拾えそうなの4本見えたはずなんですけど、どっかにいる。ああ、いたいた。よいしょ。がいない。さっきのところが良さそうですね。ナイスコンカがいました。手巻きがこっちもいるし、やっぱりこの辺りが良さそうですね。おーっと、やっとめったに見ないカレー類大アマテ。
なみにこちらは白こちです。毎年行ってますが、これが黒、あ、これも白こちでした。こっちに台いてほしい。ちょっと綺麗なんで確保しておきましょう。その半分は今満潮から干潮へ走ってる潮なんですけど、上り潮って自分たちは言ってますが、夜中ぐらいからね下り潮に変わるんですよね。下り潮にならないと話にならんかもしれんですね。まあ下り潮でなんかいいもんがいてくれればいいんですけど、それを期待してちょっと漁場をうろうろしてみたいと思います。めちゃくちゃいい返しの時間なんですけど、潮の返しの時間なんですが、いい。これでも U ターンしてもおらんのでしょうね。 U ターンしようかどうか悩みますけど、うわ相当いい。驚きのこっちだけでもすごいですね。どうしようか悩むなこれ。一番だけ一旦するだけしてみましょうか。全然気づいてませんでしたが、鈴木までいたんですね。鈴木までいました。1日1本ぐらいは取ってるんですけど、1日1本がとてもありがたい。もう一番いい時期なんで。こっちももう台ばっかりで、これは素晴らしかったですね。一応1枚だけ U ターンしてみます。ダメって思ってたら突然こういう風にね、いい網が来たりするんでびっくりするんですよね。いわゆる地合いってやつですね。これはちょっとほんとすごかったな。うわこれはすごい本当に。ちょっとこれは本当すごかったですね。果たしておるでしょうか。あ、なんかオカメちゃん入ってるな。いける気がしない。でもいたな。今2100ほどはいませんね。ここにメバチゴチ、これも美味しいんですけどね、やっぱマゴチには勝てないですね。こっちこれはちっちゃいか、ギリギリか、ギリギリか。まあ U ターンなんでね、当然まあこんなもんでしょうけど、華々しくはないですけど、まあ犬にはいますよね。これだけでしょうか。お、こっち2本も。よいしょ。3本。もうどう考えても下り潮のが圧倒的にいいですね。これはうまそう。食べようかな。今年ガが多いですね。船の上にもね、あんまり見たことがないような綺麗なガが来る時があります。素晴らしい。
日2つも取れるなんて。とんでもねえもん入っとるな。なんじゃこれは。あ、すげえ。こんなもんが入ったんで、アコウが今季何匹目かな。結構見てます。なんかようわからんもんが入りましたけど、こっちがおってこれだけよろしくとします。お、さすがこんなもんが入ったんで、スーパーお宝が。大ダコ、超貴重な、ほんと貴重ですよね。もう全然見ません。子供もね、夏になったらいつもいるんですけど、全然見ませんね。大ダコ油断したらすぐ逃げるんですよね。もう今まで何匹逃がしたことか。よいしょ。このアコウは自分が今まで取ったアコウの中では一番大きいかな。やっとゲタ見え始めましたね。やっぱり下りが行き出さんとゲタもありませんね。珍しく今日3つ目の大雨。おだこの子、今年まだ2匹しか見てません。お、すごい、またボーナス来た。しかもでっか。なかなかね、この足も爪も全部揃ったオスの貝ってなかなか珍しいですよね。しかもでっかいし、あんまりめった見ないサイズですね。夏はですね、オスのカニの方がやっぱり身は美味しいですね。なのでね、市でもね、魚市場でも人気があります、オスのカニは。時間間違えて一番多く漕いでしまいました。競りに間に合うんでしょうか、これ。なかなか帰ってこないんで、死んどんじゃねえかと思ってるんじゃないかと思います、ユージュポンママさん。時間間違えた。今日は前回よりこっちが多めでした。以上です。皆さん今週もお疲れでしょう。ハードワークご苦労様でした。田園酒造届きました。うわ、すごいなこれ。すごい。田園おすすめしてくださったんで買ってみました。3種セット、どれも美味しいですよと教えていただいたんで、もう3種セット買いました。シルバー、ゴールド、ブラック、どれいきましょう。なんか勝手に手がゴールドに行ったんで、ゴールド行ってみたいと思います。優しくフローラルな香りがシルバー、バニラのような甘い香りがゴールド、芳醇な香りがブラック。あ、ブラックが、じゃあ俺はもしかしたら好きかもしれませんですね。ゴールドはバニラのような甘い香りで、まろやかで力強い甘み、甘さが際立つ樽の余韻。あ、樽の余韻いいですね。いやー楽しみです。行ってみましょう。うわーすごいな。本格焼酎、大麦オーストラリア産、米麹。米麹で作るんですね。あ、大麦麹も。アルコール分25度。田園酒造鹿児島県ですね。バニラのような甘い香り、まろやかで力強い甘み、甘さが際立つ樽の余韻をいただきたいと思います。本当なのかどうか。あ、いい匂い。あ、めちゃくちゃいい匂いですね。あ、いい匂い。びっくり。あ、すごいかもこれ。焼酎でこの香り出せれるんですね。うん、確かに甘み、
香りはもう書いてる通り本当バニラの甘い香りでまろやかで力強い甘みって書いてますけど、それほど力強くはないですね。ウイスキー飲むんでこれぐらいの甘みで力強いとは思わないですけど、甘い焼酎です。焼酎の中ではかなり甘い、相当美味しいですね。相当美味しい。本当におすすめしてくださるだけあってかなり美味しいですけど、ちょっとパンチが欲しいかな。でもやっぱこれを狙ってこれを作ってると思ったら、そういう風に考えるとこの味を楽しむようにするのが、こちらが合わせるようにするのがいいのかもしれませんね。とにかく甘い感じなんで、この25度アルコール度数があると思えないぐらいスルッと飲めますね。いくらでもいけちゃう感じではあります。ただもう少しコク深み、あとパンチがあってくれると自分はその方が好きかなと思いますね。ただもう本当にもう十分めちゃくちゃ美味しいです。初ひげ剃り鯛です。食べたことないんですよね、実は。こんなちっちゃいのがね、もう数年前から見始めて、いつ見てもこんなちっちゃいやつばっかりです。ここまで大きいの初めて見ましたね。この海じゃないよその海の漁師さんがひげ剃り鯛を取ってるのを見たんですけど、もっと大きいのいますね。ただ自分がやってるこの水島灘では見たことはないです。この大きさがとにかく初めてですね。いただいてみたいと思います。食感はもう本当にタイとかシーヌですね。ただちょっと香りがある、癖の強い香りですね。いい香りとちょっと悪い香りが混ざったような甘手っていう、自分らアメリカカレーのこと甘手って言ってるんですけど、甘手が皮と身の間がちょっと癖がある匂いがあるんですけど、それに近いですね。多分この皮と身の間でしょうね、この香りは。皮いってみます。いや、ここじゃないな。なんだろう、この背の油のところでは油のところですね。やっぱりどうしても脂が乗った魚はどうしても香りがする時ありますよね。あんまり自分はこの香りがあんまり好きじゃないんですけど、にしても雨風すごいバンバン降りと外、この香りが気にならない人は全然大丈夫でしょうね。もうむしろ美味しい魚です。食感も良くて、もう生きたやつそのまま炊いて食べてますけど、身自体にちゃんと甘みもあって、言葉はちょっと悪いですけど、瀬戸内の劣化版みたいな感じですね。瀬戸内ちょっとグレード高いんでそこには追いついてない感じですが、まあ美味しいぐらいの感じでしょうかね。西貝とかガラエビもおかずに取りたかったんですが、慌ててセリへかける準備をしたので取るの忘れました。今回もご視聴ありがとうございました。まあ美味しい、美味しくないということはないわな。身が柔らかい。でもコリコリしとるよ、食べたら。確かにタイの味。タイよな。まあひげ剃り鯛っていうぐらいだから、なんかタイの匂いがする。匂いもな、タイとかの匂いが美味しいが、美味しい美味しい。すごい汚しとるやん。どこ行ってきたん？